最終的に大事なのはやっぱりそのファンの方たちの中で、こういう仕組みっていうものを一つ共有するっていう文化ですね。今回はですね、改めまして、最高のミュージックビデオを世界に届けるために、拡散の仕方と再生回数というところのお話をしていきたいなというところでございます。で、主にトピックとしては、ざっくりですね、4つございます。1個目がミュージックビデオですねの再生回数っていうところについてのお話と、実は2つ目、もう皆さんもお気づきだとは思うんですけれども、改めてですね、今回からナンバーアイさんたちのこの楽曲 GOAT からストリーミングが開始されるというところで、これ結構大事なところのお話になってくるかなというふうに思うので、改めてそこについてのお話をしていきたいなというふうに思っているところでございます。と、3つ目でコンテンツの二次利用というところですね。実際に、今回ナンバーアイさんたちの作品が出たというところで、これをどういうふうに拡散していくかっていうところについてのお話、そしてラストですね、心得というところのお話をしていきたいなというふうに思っているところでございますので、よろしくお願いいたします。まず、ミュージックビデオの、再生回数のところのお話でございますね。再生回数が、そのカウントされていくタイミングとしては連続再生をまずしないっていうところですね。YouTube にはリピート再生っていう機能もありまして、ずーっとこう回してくれるっていうのがあるんですけど、それだと、カウントがされていきませんよっていうところがございますので、何でもいいんですけど、ちょっと差し込んでいただいて見ていただくっていうのが大事になるかなというふうに思います。で、あとは広告もなるべく飛ばさずにというか、飛ばさないで最後まで見切ってからミュージックビデオが再生された方がいいのではないかっていうところのお話も結構出てきているところではあるので、なるべく広告をスキップせずに見切ってからナンバーアイさんたちのゴートが始まるという風にしていただけたらなという風に思うところでございます。で、プラスなんですけれども、YouTube プレミアムと普通の YouTube とあるんですけど、 YouTube プレミアムに入っている方の再生回数の方が優先されるっていうお話なんですよね。あと、X とか見ていただくと、そのファンの方たちの中でこういうプレイリストを作りました。このプレイリストを回していただけたら再生回数が、ちゃんとこう回っていくようになりますよなんていう仕組みを作ってくださってる方もいらっしゃるので、ぜひそのあたりも、X ですね、を中心に調べてみてはいかがでしょうかというところでございます。いろいろとこうお話ししていってはいるんですけれども、最終的に大事なのはやっぱりそのファンの方たちの中で、こういう仕組みっていうものを一つ共有するっていう文化ですね。で、あとはそこにのっとってどういうふうにファンダム全体として、ムーブメントを起こしていくのかっていうところの認識をみんなでこう揃えていくっていうところが、これから着々と必要になってくると言いますか、なんじゃないかなっていうふうに思うので、いろんななんか考え方とかあるとは思うんですけど、一つこれが正しいよねって、そのなんでしょう、例えばビルボードさん公式さんが、ご説明されている仕組みだったりとかがあるので、そういったものを改めてこう分かりやすく、まとめてくださるファンの方たちもいらっしゃると思いますので、そのあたりをチェックしていただけると分かりやすいかなというふうに思うところでございます。で、2つ目のこのビルボードチャートっていうところのお話なんですけれども、ざっくりと皆さん音楽ですね、聞かれると思うんですけれども、僕は Apple Music を使ってるんですけれども、その音楽の聴き方っていうところも何個かこう種類があるので、ちょっとお話をしていくと、ダウンロードしてオフラインでも聴けるようにする場合と、オンラインにした状態でその Apple Music のところでずっとこう再生していく場合と、多分2パターンあるんですよね。 Apple Music だとオンラインで聴ける状態で、音楽を聴いていただくとカウントがちゃんとこう回っていくっていうところのお話だそうです。これは Apple Music のお話なんですけれども、オンライン上から音楽を聴いていただくのがいいんじゃないかなっていうふうに思うところでございます。で、こういうのがいろいろな媒体によって多分ルールというか方法が変わってくるとは思うんですけど、なるべく音楽をアプリで聴くのであればオンライン上で聴いた方が集計がちゃんとされていきますよっていうところのお話だそうでございます。ちなみに今僕これ話してる内容にもしかしたら若干の内容の誤差があるかもしれないので、ぜひぜひ皆様じっくりと詳しく調べてみていただければなというふうに思うところでございます。はい、で、あとはビルボードジャパンっていう風に調べていただくと全部分かりやすく載ってるので、そちらを見ていただくのが一番早いかなという風には思います。ビルボードのそのチャート上位にランクインするってもう本当に超有名な曲
しかないんですよ、本当に。そのぐらい、これから、そのビルボードチャート、ストリーミングサービスっていうところでの、順位ですね、が、かなり、大きく、なんでしょうね、こう、関わってくるというか、一つアーティストの方たちをその応援していくっていう中での楽しみ方として、これからそのストリーミングサービスビルボードチャートジャパンっていうところでのランクインを目指した、活動というものを、できたら面白いんじゃないかなっていうふうに思ってというところでございます。で、3つ目かな、コンテンツの二次利用が可能になりましたということで、拡散の方法ですね。ショートで上げていくっていう活動がこれからかなりこう大事になってくるかなというふうに思います。もちろん作るだけじゃなくて、そういうのを発信されている方の、コンテンツをこう発信していくっていうのもすごく大事なところになるんじゃないかなというふうに思うので。で、あとはミュージックビデオのかっこいいところとかを自分でここのシーンかっこいいなって思った部分をちょっとこうまとめて切って、そこに文字を当てて20秒ぐらいでパッて出すっていうやり方をしていくといいんじゃないかなっていうふうに思うので、よくどこを切り取ったらいいか分かりませんっていうコメントとかあるんですけど、面白いポイントを真ん中に置いて、でその前後に10秒ぐらい空けると、ここが全体で20秒で10秒の中に面白いのがあってみたいな感じで、端的にその面白いポイントっていうものを、まとめる能力をぜひぜひ身につけていただけたらななんていうふうに思うところでございます。でラストですね、やっぱりこうファンの方たちの振る舞いというものがやっぱりアーティストの方たちの一つブランドに関わってくるというところでございますので、美しい振る舞いと清く正しい振る舞いというところを心がけてやっていけたらななんていうふうに思うところでございます。はい、ということで次はお楽しみのミュージックビデオについていろいろとお話をしていくというところでございますので、ご興味ある方いらっしゃいましたらぜひぜひご参加くださいということで、現場からは以上でございます。